ビデオゲームはこういう音楽っていうのは本当になくしたい。いや最初から60曲って言われたらすごい嫌だって思うけど。My guest today is Asuka Sakai. You know her work from Katamari Damacy, Retracer Type 4, or Klonoa. Behind those titles is someone who spent their entire career resisting what game music was supposed to sound like. Let's meet the people behind the games we love. Welcome to Tasty Bits. Asuka-san, thank you very much for being here. You've made music for games that have inspired so many people, but the beauty with your work is that it was for games that are so different for the past 30 years. How did you become a music composer in the gaming industry? 私は大学時代音楽を勉強していて、音楽大学に行きました。私の一つ上の先輩がちょうどクロノアを作った達田さんっていう女性の方なんですけど、ナムコに入られまして、その影響もあって無事ナムコに入れました。その時私と一緒だったのは三宅君と塊魂の三宅君ともう一人椎名君と私の3人です。What is the first project that you work on over there? 私はリッチレーサーが一番最初の仕事で、その時はアシッドジャズだったりスクエアプッシャーだったりこういろんなこうテクノだったりそういう、こうリズムが重視の曲をいきなりあてがえられて全くそういうのを聞いたことがなかったんですけど先輩たちにこういろいろな CD をこう山ほど持ってきてもらって勉強して、そうですね勉強しました。What's interesting with the work that you've done is that it doesn't sound like any racing track that you would hear at the time. How did you come up with something so different? 私はリッチレースあんまりやったことがなかったから、そのレースゲームっていうのはこう競わなきゃならないからこうゆったりはまあダメだよ。やっぱりドラムとベースで追い立てるようなこう曲が求められてたんですけど R 4だけはリッチレーサータイプ4だけはちょっとおしゃれなちょっと都会ななんか違うコンセプトだったんで多分私も好きになれるジャンル、ただ私の最初の時の曲はリズムがもうちょっと強かったらなもうちょっとベースが良かったらなっていう一番最初の曲はこうもっと強くもっと男らしくっていうところがあったのでこう先輩たちの曲と私の曲との差を埋めるためにやっぱりこうちょっと手直しが入ったんですね。When you talk about this game that's oshare, that feels different, what did you, and you said that you felt like you could like it, so what did you want to bring that was not drum and bass, so that was not big beats? たくさん CD を聴いた中で私がこれいいなと思ったのがスクエアプッシャーだったり、ジャミロクアイだったりそれは私でもできるなんかこう、好きな要素があると思って、ちょっとジャズっぽい要素があるところだと思うんですけど、そのベースとかリズムとかそのすごい私もこういうドラムベースとかってちょっと挑戦してみたいと思って、それで勉強しました。It feels like with Klonoa as well, the way that you've done the music for this game felt as well quite unexpected in some instances. リジレーサーの時はクールにタイトに、すごい自分をこうキュッてする感じ、でそれの次がクロノアでクロノアはもっとこうバッて広がる感じで、その時我慢したことをクロノアでこうもっとメロディアスだったりもっと楽しかったりとか、こうかっこいいの真逆でこう自分はリフレッシュして。You said you needed to 我慢. It's almost like you're limited. What were those limitations? Where were they coming from? 小さい時にこう練習しなさい、ピアノを練習しなさいとか先生なんとかしなさい、こう一生懸命勉強してたこの
なんていうかな、プレッシャーみたいなのがこう押しかかる感じ、それがこう自分が曲を書くときはこう、発散できるっていうか。And you just let it out, basically. そんな感じがします。And for instance, if it's Klonoa, maybe there's a specific song or track that you feel allowed you to really express yourself. クロノアも最初はそう遊園地の曲だったりこう楽しいファンだったんだけど、だんだんこうあんまりこうもうちょっとこう難しいことがしたいな、もうちょっとなんかこうなんていうのかな、チャレンジする曲があってもいいんじゃないかなって思って、そこからやっぱ暗い曲、なんていうのかな、ボス性の曲だったりで、もっとなんだろう、ダブだったり、なんかちょっとまたそっちにちょっと戻って。In those moments when you work at Namco and you're being given a brief, they tell you we need a song with a genre of a very specific style, but we come up with a track that's different. How is everyone reacting? 何もみんな言えないなんか最初先輩もこう聞いてどうでしょう、ディレクションどうでしょうっていうのがこう最初の時の感じだけど、だんだんこう入っていっちゃうとどんどん自分のペースになって、聞いても先輩たちはちょっと違うが言えなくなっちゃうもうすごいなんか真剣にやっちゃうから、最後の方になってくるとみんなも自分のことで忙しくなって、それぞれこう違うことがWhere does that come from? This desire to almost this kind of small revolution or rebellious to do things the way you want to? やっぱゲーム最後になるとすごいストレスがいっぱいあるし、締め切りもあるし、サウンドいつも最後に来るから、そういうのもあって、あとなんか新しいことしたい、いつも必ず何かしらこうみんながびっくりすることがしたい、そういうのも含めて、そうびっくりするのがしてくれたらいいなとは思ってますけど。When you say 新しいことしたい、it really makes me think of bluffing Damacy. Such a beautiful song, but it talks a lot about that as well. Did you write that song with that in mind as well? 歌詞はケイタさん書いてますけど、曲の全体的なことがやっぱそういうふうな、そうですね。When you were working on Katamari Damacy, the music is as iconic as the game, if not more, to be honest. How did you feel when you were working on this thing that no one had done before? 最初はさっき言ってたデジタルハリウッドっていうナムコの中のなんていうのかな、専門学校の子どもたちのための試験ゲームだったんで、そんなに制約がなかった。私と三宅くんとあとケイタさんとあとビジュアルの人たちと、ですごい小さかったんで、それなりに実験ができて、でこういういろんな人を頼もうってなったのは、なんか一つずつやってたのがどんどんこう、大きなあれになってって、最後はこのなんかみんなでお祭り騒ぎになったっていうか。I know you love me. I wanna word you up into my life. A song like Que Sera Sera, I played, for instance, at home quite often. And even my wife, when I tell her, oh, that's a song from a video game, she doesn't trust me. もうまさにそう言ってもらいたかった。なんかもう本当にすごい嬉しい。一番の褒め言葉です。Oh, really? ビデオゲームはこういう音楽っていうのは本当になんかなくしたいと思って。だからそれが一番嬉しい言葉です。本当にそう。That takes us, I think, to a T. Same thing, such a unique game. You've made almost 60 tracks, I think, on your own. It's incredible.
いやいや最初から60曲って言われたらすごい嫌だって思うけどケイタさんは毎日これ作ってあれ作ってこれ作ってあれ作ってっていうのを毎日繰り返してたらそうなっちゃったっていう。Making tracks for a game like 280 that talks about really everyday life, how do you come up with those kind of inspiration for that? その前に私は日常系アニメのゆゆしきという、アニメのゲームアニメの音楽をやってて、その時にすごい何にも考えてなかったんですけど、日常系ってすごいなと思ってそれで何気ないところにある音楽っていうのは本当になんか奥が深いなって思って勉強じゃないけど考えてた先にそのトゥアティがあって、トゥアティはゲームだけどそういう日常的なゲームっていうのはなかなかちょっとないんじゃないかなと思う。で私はそのゲーム音楽だからこう作ってるんじゃなくて、やっぱりそういう日常系の音楽を作ってた先にトゥアティがあったっていうか。It's interesting that you've learned about how to make music for the everyday with Yushiki. But what does that mean to make music for the everyday? そう、歯磨く音楽作る、学校行く音楽作る私は学校でちょっと働いてたので、その学校の子供たちがやる音楽とかなんかそういうのもちょっとアイデアもらったり。I think it's important that we say as well that at this point you're not living in Japan anymore. So I think as well when you talk about an everyday, it's not necessarily the everyday that you used to know living in Japan. It's very different every day, isn't it? 日本に行った時はやっぱり会社員だったし、電車に乗って会社に行く、会社で曲作る、締め切りの時はお家帰れない、夜遅くまでやる、みんなと付き合う、なんかいろんなのあったけどそのバンクーバーに行ってそのバンクーバーのスタジオを使ったりするともうほんとホームスタジオで自然な感じで音楽をやってる人が来てスタジオで演奏してくれる。それこそマリンバとかいろんな楽器取ったりとかするのもすごく影響を受けたし、そう日本のスタジオと全然違くて自然な感じで音楽が作れたのもいい影響はありました。When I was digging a bit into the interviews that you had, you talked about how you wanted, if you ride a train, you want people to not just thinking of riding a train, but remembering that they're riding a train with the sound that you made. 私は先に曲を作ったので、ケイタさんのこのアトモスフェアっていうかその景色がそういう雰囲気を多分出したんだと思うんですけど、一番いろいろやったその60曲の最後の方にこの曲ができたので、私の中でももう全部がそのメモリアルで最後の曲みたいな感じで、作れたのがそういういい思い出の曲みたいな感じにはなったかもしれないですね。Feels like, yeah, the music itself has the power to just bring you back in one of those moments or those memories. あと赤い電車が京急線のなんとなくイメージもあって、その会社に通ってた時に京急線の赤い電車乗ってたので、そういうなんか私もその日本の景色をちょっと思い出しながらそういうイメージがふわーってあったのかもしれない。I think in the game there are only 3 songs with lyrics. The theme song, Perfect Shape, the train song, but as well the Giraffe song. For the Giraffe song, you've worked with Rebecca Sugar, I guess, from Steven Universe. What was the experience to work with someone like that as well, who was very known in this kind of animation world? ケイタさんとレベッカさんがもうお互い知ってて、それでアニメーションもしたいなっていう彼の考えもあったんで、ちょっとレベッカさんと一緒になんかやってみたいっていうのが一番の理由ですね。で、やっぱレベッカさんの声がすごいアンニュイな感じで、私も大好きな声だしスティーブ・ユニバースのソングもすごい聴いてて、あと
アドベンチャータイムズ。Adventurous そう time. です、 Yeah. そうの音楽がもう大好きだったから、もうああいう自然な感じでこうふわーって流れてくああいうのは本当素敵だなと思ってて。Yeah. This word that you used, shizen, because be it with Rebecca Sugar, or even we're talking earlier about like Que Sera Sera, or even Bluffing Damacy with the singer of Kirinji. I think their voices, they're always so soothing, so very relaxing. Even more for the train song when he goes foo 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 foo. There's something like very I want to let myself go. When I was looking as well a bit more about the way that you've talked about gaming, you prefer creating songs on your own to have a bit of that control, but at the same time, that the magic of it is not knowing when the players will play or hear the song. ゲームは本当にどこでどうこうシンクロしていくかわからない。そのムービーだったらもう完全にここで泣いてくれとかここで笑ってくれっていうのができるけど、ゲームは自分のゲームのその速度によって出会う音楽が違うから、そこで自分だけのここでこれが鳴るのかみたいな感動をその人それぞれでやってきたら、それはそれですごい、これはゲームしかできないことだなと思うので。I genuinely think that you were able to make it, at least for a lot of people. Really, more than you realize, really. We are having this interview in Japan. You are back here. What would you want to create with your music next? 昔は頑張ってこういう風に作ろうとか、例えばリッチレーサーだったら頑張って男らしく作ろうとか、鉄拳はやらなかったけど例えばソウルキャリバーだったらもっとこういう風なとかあったけど、今はもうなんかこれしかできないなみたいな感じなのが逆になんか、なんだろう、これがなんか自分かなっていうのがなんか見えてきた気がします。このゲームを見たらもっとこうしたいっていうのがあって、それに向けて自分も頑張るかもしれないし。When we start looking a bit in the world of music composers in gaming, there aren't that many women. And for instance, when you were talking about Ridge Racer earlier, you did say otokorashisa. It feels like it's a world that really focuses on men a lot. もう正直考えたことはなかった。みんなそんなに全然なんだろうな、対等にやってたんで、考えたこともなかったし、日本だと有名なコンポーザーの女性のコンポーザーたくさんいるので、あんまり男性だから女性だからは正直ないですけど、なんかその時と今がだいぶ違うから難しい。その若い時は女性をプロデュースするなんとかゲームみたいなのがすごい嫌だった正直。だから男性をプロデュースする女性プロデューサーになりたいって思ったこともあるし、だからでもそれはなんか会社の中に入ってて、そのパワーバランスだったりとかそういうのもあったのかなとも思うし、でもそこと戦ってたところも確かにあった。今思い出した。Yeah, but I think it's amazing. I love けど今は会社も出てるし、フリーで自分として足で立ちたいと思って会社も出たから、今の私はそういうことを言うのはなんかちょっと違う気がします。自由にやってるから。Yeah. There is definitely Asuka-san like from before, from 30 years ago, and Asuka-san from today. But I love that the one from 30 years ago wants you to be the one who would make music that would make men dance, basically. He wanted to, again, this rebellious kind of persona that you have, where you wanted to just change the roles, change the status quo. Yeah. そう、ルディさんに言われるまで分かんなかったよ。何に反抗してたのか。でもなんか話を聞いてると、確かにそういうのもあったな、そういうのでなんかびっくりさせたいっていうのもあったなってちょっと振り返ってみました。なるほど、すごいな。
Asuka-san, really thank you. Thank you so much for spending that time. 日本にこう帰ってきていろいろ経験してそれでまた日本でゲームなりアニメなりこう作ることができるとしたらまた違う感覚でみんなに届けられればいいなと思います。今度はその反発じゃなくて素直な気持ちでやりたいなと思います。And we will be listening. Thank you very much. ありがとうございます。Asuka-san. Thank you for this. And I have one last, it's always like a small gift that we do at Tasty Bits. It's very small, but it's a memory card. Oh, it's for you. And that's a memory card that's a bit special because those moments, they're always very unique. Basically, every time that I meet with a guest, I ask them to share a playlist with us. And there's that playlist on this memory card from our last guest. And that is playlist for you. Wow. すごい。ありがとうございます。Thank you for listening, and a big thank you to Lazy Coffee for having us. All the links to the cafe or to the playlist are in the description of this episode. If you enjoyed it, please like, comment, and subscribe, and stay tuned for more episodes of Tasty Bits.